皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友利新です。今日はですね、皆さんからも質問の多かった美顔器についてお話ししようと思います。で、美顔器ね、いろいろ種類あるので、その違いは何かっていうのと、あと最後はですね、私自身も使っている美顔器何種類かご紹介したいなと思いますので、最後までご覧ください。では早速美顔器の種類なんですけれども、大きく分けて2種類かなと思ってるんですね。一つはリフトアップ系というか、たるみ予防でお肌をこうキュッと上げていく系のもので、あとは乾燥とかを予防するようなどちらかというと導入系というもの、この2つに大きく分かれますよね。で、じゃあその中でもリフトアップ系のものはですね、 EMS と呼ばれる、低周波のもの、あとは RF と呼ばれるラジオ波のもの、この2つが主流かなと思います。で、まず EMS っていうのは低周波、よくおじいちゃんとかおばあちゃんのお家に行くと貼ってね、ピクピクピクとか動く昔あったじゃないですか。あれのお顔バージョンみたいな感じで、電流を流すことによって筋肉が勝手に自分で動かそうじゃなくてね、勝手に強制的に筋肉を動かすっていうことで、その筋肉を動かすことで、筋反射みたいな感じでリフトアップというかお顔を上げていこうねっていうのが EMS の機械になります。で、これは基本的には表情筋を鍛えましょうとかっていうようなコンセプトのものが多くて、肌に当ててピクピク、もう勝手にピク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 みたいな、ピクピクみたいな動くやつが多くあります。そしてもう一つ RF ラジオ波と呼ばれるものに分類するものはラジオ波というもの自体が高周波と呼ばれる、電磁波の一種なんですね。で、これ自体は熱を加えることによって、例えば皮膚の奥の方のですね、コラーゲンとかあとはエラスチンっていうところに熱変性を起こして、で肌っていうのは変性してまた新しくね作ることによって、またそのコラーゲンとかエラスチンの産生が促されるよとかですね、あとは筋肉とか脂肪の方に行って、筋肉を、お肉って焼くとちっちゃくなるじゃないですか。それと同じで熱を加えることによってキュッと引き締まってリフトアップをさせるというものになります。じゃあ先生は EMS とラジオ波どっちのものをお持ちですかっていうふうに言われるんですが、ぶっちゃけ、私はラジオ波の機械を自宅では持っておりません。なぜかというとですね、 RF ラジオ波っていうものは基本的に私はクリニックでやるべきものだと思っているからなんですね。で、ラジオ波っていうのは先ほど言ったように熱を加えるっていうものになりますので、その熱を加える深さによって全く効果が違うんですよ。で、例えば皮膚っていうのは上から角層、表皮、真皮で、あとは脂肪とか筋肉で、っていう風になっていくんですけれども、じゃあ家庭用のものがどこまで浸透していくかっていうと、検証したことはないですけれども、正直私が聞いてほしい筋肉とか、あとは脂肪層までいくってことは考えられないです。なぜかというとですね、もしその熱伝導がしっかり奥までいくようであれば、どうしても大きな機械にならざるを得ないっていうんですかね。これコンパクトな機械になるっていうことは、その分ラジオ波がしっかり出なきゃいけない、そのパワーが大きくならなきゃいけないんですが、まず小型になるのが難しいということで、もう一つはですね、その届きやすくなってくるっていうことは、そのパワーが強いということはですね、やけどのリスクということも起こってくるんですね。で、このやけどのリスクっていうものがあると、家庭用の美顔器ではやはりそれっていうのは危険なわけじゃないですか。だから正直効果を医療と同じように出そうと思うと、まずは小型にしにくいということと、パワーを出してしまうとそれだけリスクを伴ってしまうということなんですね。で、私いつもね、スキンケアとの回でもお話しするんですけれども、やはりスキンケアでできることっていうのは予防であって、治療効果まではないんですね。例えばシミとかたるみとかこういったものに効果的ですよっていうスキンケアもあくまで予防なんですね。なので例えば私は RF、ラジオ波が出るよっていうような美顔器もですね、これは予防にはいいかなと思っています。ただ私自身は RF が出るような、例えばサーマクールみたいな機械はですね、クリニックで当てることにしていて、クリニックで照射をしている
るので、毎日のスキンケアというか、お家のホームケアで取り入れる必要性を私自身は感じていないので、あまり自分で購入しようかなというふうには思っていません。ただクリニックでやる、サーマクールをはじめね RF の機械っていうのはすごく効果が高い、効果じゃない感じる効果も高いし、あとは高価なもので、値段もね高くなってくるんですよ。やはりそれは治療になりますから、必ず効果効能がなくちゃいけないので、それは当たり前のことなのかもしれないんですけども、やっぱりちょっと高額になることが多いので、ラジオ波が出るその自分の美顔器っていうもので、ラジオ波自体がすごく奥まで行ってずっと医療的なラジオ波と同じような効果は出ないんだけれども、表面の方をちょっとだけね刺激をしていくことによって予防として使うという意味ではリフトアップの効果はゼロではないと思います。なのでよくRF の美顔器を見ると、なんかクリニックと同じような効果ですみたいなことが書いてあったともししたならばですね、そういうの結構多いんですけれども、それは違います。なのでそもそも RF の機械、クリニックのものもありますが、美顔器とは効果、その値段もそうですけれども、出る肌に対する効果も全然違うし、パワーだったり、あとはその熱伝導というどこまでその RF が効いていくかっていうのも全然違うので、それによって出る、リフトアップ効果っていうのも全然違うよっていうことは頭に入れておいてください。じゃあもう一つのさっきの EMS ですね。これって肌をピク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 って動かすってやつですけれども、これもね賛否両論というか、いいところと悪いところがあるというか、私顔のマッサージはあんまりしないでください派じゃないですか。っていうか、皮膚科の先生ってあんまりマッサージを推奨している先生って少ないと思うんですが、どうしても EMS の機械もですね強制的にグッグッって押すことになんていうんですか、当てながらピクピクピクって動くものが多いと思うので、そうするとどうしても引っ張られてしまうこと多いんですね。でこの引っ張るっていうこと自体が、皮膚を伸ばしてしまう可能性もゼロではないですし、そもそも筋肉を鍛えてその筋反射で上がるっていうそのリフトアップをするっていうことは、一瞬だけの効果っていうんですかね、一時的な効果になるので、撮影前だったりとか、もう本当に一瞬顔をピクッと上げたいよっていう場合だったらとてもいいと思います。なので最近流行りの電気針とかですかね、そういったものは頭にキュッキュッキュッってすると、そのEMS の効果だったりで頭皮の筋肉っていうんですかね、がなんていうんですか、収縮したりすることで本当に一瞬上がるんですよ。なので私自身もメイクさんが持っているものを試させてもらったことあるんですが、おーすごいなって思うんですけれども、これは本当に一時的なものになりますし、その電気針はお顔にやってもいいよみたいには書いてあるんですが、私自身はゴシゴシするのが好きではないので、あまりそれをお顔にねゴシゴシするのはおすすめはしないです。じゃあ先生は EMS の機械一つも持ってないんですかって言われたら、実は1個だけ持ってる機械があるんですね。これは私自身が使っているのはこちらのヤーマンのメディリフトになります。でこれは本当にね買うのがすごい大変だったというか、売り出された時すごいと思って発表会に行って聞いたら、今まで全く本当美顔器興味なかったんですけども、これ見た時にね、どうしてこれが他の EMS と違うかって思ったっていうのは、実はこれ筋肉を鍛えるだけじゃなくて、なんていうのかな、ほぐす効果も実はあるんですね。詳しくはねヤーマンのホームページを見ていただけるといいと思うんですが、大体の EMS の機械っていうのは筋肉を鍛えて、それで表情筋を鍛えてね、それでリフトアップしましょうっていう風なものなんですが、このヤーマンのメディリフトは鍛えるべき筋肉と休ませるべき筋肉っていうのがコンセプトになるんですよ。で私自身はあんまり筋肉は鍛えるべきじゃないと思っているので、そこは割愛するんですが、私がいいなと思っているのはこの筋肉も休ませましょうよっていうことであって、でその休ませるモードがついているので、私自身はもしかしたらちょっとヤーマンの人が見せたら怒られるかもしれないんですけど、その休ませるモードだけでこれを使ってます。
じゃあこの休ませる筋肉ってどこかっていうと、この咬筋と呼ばれるこう噛んだ時にね、ここにグッて噛んだ時にこういうモリッとできる筋肉があるんですが、これを噛む筋肉と書いて咬筋と読むんですね。でこの筋肉は私は休ませるべきだと思っているので、このほぐしモードでですね、この咬筋を休ませてくれるモードがあるので、それを使ってます。じゃあなんでこの咬筋噛む筋肉をですねリラックスさせた方がいいかっていうと、結構皆さんグーって歯を食いしばる癖があったりとかすると、ここがその咬筋が鍛えられるとですね、この筋肉がもりっと大きくなってエラが張ったような感じになっちゃうんですね。なのでよくね、お顔が大きくってもう私エラ削りとかしたいっていう風に思ってる方っていうのは、大体がエラじゃなくて筋肉だったりするんですよ。で本当に骨を削るぐらいお顔が大きい人ってそんなに実はいなくて、この筋肉が咬筋が大きくなることでこう顔がちょっと大きく見えたりするので、クリニックではここの咬筋をねちっちゃくするようなことでボトックスっていうものを打ったりもします。でなぜボトックスを打つと咬筋がちっちゃくなるかっていうと、ボトックスって筋肉を動かさないようにするものなので、シワ治療とかに使われるんですが、よく骨折をした後にギブスをすると足が細くなってるっていう経験ある、骨折した人がどれぐらいいるかわかんないんですけど、そういうのよく聞きません？それってね、汎用性萎縮といって使われない筋肉ってちっちゃくなっていくんですよ。でそれを利用して咬筋、この噛む筋肉に、ボトックスを打つことでこう噛む筋肉が要は過剰に使われない、なのでそれが汎用性萎縮を起こしてちっちゃくなって、このエラだと思っていた筋肉が小さくなることでお顔が小さくなるっていうことなんですね。で意外とこの噛む筋肉って物をグーグーって噛むだけじゃなくて、なんかこう噛み締める癖だったりとか、あとはよく私がやるじゃないですか、目を開けるこういう時にもうグーって噛み締めながら開けてる人も結構多かったりとか、あとは歯ぎしりだったりとか、無意識のうちに結構噛む癖がある方っていうのは多くて、それが元で顔が大きくなってるので、以前私もその咬筋をちっちゃくするためのボトックス打ってたんですけれども、じゃあ家でもこのリラックス効果ができたらなと思ってたのがっていう時に出会ったその発表会で聞いたのが、この咬筋のリラックスモードっていうもので、それがこのヤーマンにはついてるんですね。なので、唯一と言っていいんじゃないかな、噛む筋肉だけのリラックス効果っていうのがすごくいいので、あとはこれね、つけるのがね、こうつけるじゃないですか。ちょっと首はさっと置いてこういう感じでつけて、もう手ぶらなんですよ。だから変な話、お茶碗洗ったりとかなんかをしながらもできるっていうのもすごくおすすめなので、そういう意味では EMS の機械としてはいいんじゃないかなと思っております。はい。そして続いてですね、さっき言った乾燥にいいものっていうのの代表としたらイオン導入器ですよね。皆さんも聞いたことありません？なんかお肌ってね、基本的にはバリア機能というものがあって、角層までしか有効成分っていかないんですが、マイナスの電荷をかけることによってバリア機能がちょっと緩まって、そのおかげで有効成分を肌の奥まで入れていきましょうねっていうのがイオン導入器になります。でこれ自体は私自身もすごくいいんじゃないかなと思ってますし、クリニックの施術でもそのイオン導入っていうものはあります。じゃあさっきの RF と同じように美顔器のイオン導入と、クリニックのイオン導入がじゃあ全然違うっていうこと言うんでしょって言うんですけど、もちろん違います。だけれどもその導入っていうもの自体の考え方がやはりある程度有効成分を生かせればいいということなので、導入って結構毎日やってもいいかなと思うんですね。有効成分ってやっぱり奥まで届けたいので。なのでクリニックにだと、どんなに行ける人でも1週間に1回なので、ちょっとずつでもイオン導入っていうのをやっていければお肌には有効成分をしっかりと届けられるということがありますので、私自身は全くやっぱり出力だったりも違ってもイオン導入器は持ってても別に悪くはないかなと思っていますし、時間があればイオン導入はやってもいいんじゃないかなと思う派です。で実は私自身いただいたんですよ。お仕事をさせてもらった時にいただいた、イオン導入器があるので、それを使ってます。それが、いただき物であれなんですけど、このエンビロンさんの導入器になります。でエンビロンって実は私ずっと前からビタミン A とかビタミン C とかを、昔からね
取り扱っている、ブランドで最近すごく有名になってきたブランドなんですが、もう使ってもうほんと10年ぐらいになって、最近お仕事もさせてもらうようになって、その時になので先生ちょっとぜひ使ってみてくださいというもので、これはいただき物になります。でエンビロンさん自体も実はクリニックでエンビロンのイオン導入器使ってるクリニックって実は多いんですよ。でそれを同じではないですけれども、出力を限りなく近づけるっていうコンセプトで作られた、去年だったかな一昨年だったかなに発売されたものになって、でエンビロンさん自体が例えばビタミン A とかビタミン C をイオン導入するっていうのがクリニックの施術にもなってるぐらいあるので、その導入する化粧品が結構いっぱいあるっていうものもあって、それで私はエンビロンさんのイオン導入器をいただいて、でそれで重宝して使っています。ただねちょっとね少しね濡らして使うっていうの、濡らすっていうかこのハンカチかなんかを濡らしてでつけてやるっていうのもしなくちゃいけないっていうのはちょっと一手間なんですけれども、結構やはりエンビロンの製品をしっかり肌に入れていきたいという時にはおすすめかなと思います。で中にはこういうイオン導入器をするときに、先生これグリグリするから摩擦になるからあんまりダメなんじゃないって言うんですが、確かに本当その通りなんですよ。なんですがこのエンビロンさんのやつ3秒くらいするとピッて音が鳴って横にずれてくださいみたいにするんですね。なのでそれを横にスライドするんじゃなくて、私は当ててピッてするとまた横にしてピッとしてっていう感じで圧を当てるような感じでやっているので、よく他のメーカーさんのものだとなんかイオン導入もグリグリするもの多いのかもしれないんですが、もちろんエンビロンさんもグリグリ しちゃダメとは言ってないんですが、私自身はそうやってピッてなったら横にスライドしてっていうような使い方をしております。はい、ということで、大きく分けてそういう美顔器ってね、さっき言ったリフトアップ系の、EMS で RF のもので、あとは乾燥とかを防ぐような導入系ですね。なのでイオン導入って言ったんですが、実はこれには該当しないものを私一つ持っているものがあって、それはもう多分ここのメーカーじゃないと作れなかっただろうなと思うすごいものになります。でここからはなので皆さんが思っているさっき言った大体の3つですというものとはもう全然違う、私自身が大好きでほぼ毎日使ってる美顔器に、美顔器なのかなで美顔器なんでしょうね。その2を一つご紹介しようと思います。それがこちらです。こちらはバイオミセシスベイルディフューザーかな。とりあえず何かっていうと、これはねファインファイバーっていう繊維の技術を使った画期的な美顔器なんですよ。でこれエストさんって花王のブランドなんですね。で花王って言ったら皆さんおむつだったりとか、あとクイックルワイパーだったりとか実はお世話になっていて、そう花王さんってねもう繊維を研究している、メーカーさんでもあるんですね。でその繊維を研究しているメーカーさんだからこそ、スキンケアにもそういう技術が使えないかなっていうことですごく研究をしたのがこのファインファイバーという技術になるんです。でこのこれに使われているファインファイバーっていうのは直径サブマイクロミクロンだったかな、もうちょっとね聞いたことないもので、1ミリの1000分の1以下の細さなんですよ。その糸が後でやりますけども、ここからプシューと出てくるんですね。でその本当に目に見えないぐらい細い繊維、要はイメージで言うと蚕眉ですね、糸ぐらい細くて、それが肌にベールをかけてくれるようになります。でただじゃあベールをかけるだけでじゃあ何がすごいかって、皆さん、繊維というか、タオルとかを想像してみてください。でお水がバシャーッ何でもいいんですけど、液体がバシャーッとこぼれた時にタオルかねなんかで拭いた時に水がタオルに染み込んでいきますよね。あれってちょっと不思議だと思ったことありません？だって勝手に何もしなくて上に置くだけでその繊維の中にお水が入っていく。これっていうのは実は毛管力っていうものになるんです。
そう細いこう繊維の中に水分というのは入り込むようになっていて、でそれがこうじわじわっと周りに浸透させるっていうような感じになるんですよ。だから本当分かりやすいのと、お水がジャブっとこぼれたところに布巾をポッて置くと、布巾が全体的に濡れるじゃないですか。そのお水の量より、直径よりも、それは毛管力で全部繊維の中に入れていく。あとはじゃあお水が入ったコップの中に1個毛糸でも糸でもいいんですけど入れておくと、実はこれを伝ってお水が外にこう出てきたりっていうのも、これも毛管力なんですね。なので皆さんその毛管力っていうのを聞いたことないかもしれないんですけど、体験していると思うんです。じゃあこの毛管力をどうやってスキンケアに生かすかっていうと、実はこの美顔器には専用の美容液がついています。で、この美容液の中身もすごいんですけど、今日はもうねファインファイバーの話だけしようと思うので、その美容液塗るじゃないですか。でじゃあここに塗ったとしましょう。じゃあちょっとこれの後ろでやります。これの後ろで持ちながらやるのはちょっと難しいので、ちょっと見ててくださいね。はい、いきます。じゃあ糸出てるの分かるかな。分かるかな。こんな感じ、こんな感じ。本当はねこう連なっちゃダメなんだけど、こういう感じで糸が出てます。で本当はでこうちょっと押すとちょっと白かったものが何にもないようになるじゃないですか。で全然ベタベタもしてないです。でもねびっくり、ちょっとここもこう押しときますね。でじゃあこれ見ててくださいね。でなのでこれ要はこの中でですね、美容液をこうラップを貼るって言い方は失礼なんですが、この美容液を塗った上にこのファインファイバーをすることで、これ繊維なんですよ。ラップとかみたいな、かぶせてるわけじゃなくて、これ一本一本の糸なので、それが毛管力でこの美容液を吸ってですね、ずっとここに潤いを満たしてくれる、要は温室、あとは満たされたようなドーム状っていうんですかね、美容液のドームを作ってくれるような働きをずっとしてるんですよ。なのでここの中に毛管力がずっとあるので、ちょっとここに塗ったものが全部ブワーっと、なので毛管力でこのちょっと塗った美容液がずっとここを潤いを満たしてくれている状態で、要はこの温室のような状態が作られてるんですよ。だから寝る前にこれ美容液を塗って、このファインファイバーを1枚ベールをして寝ていると、ずっとここが潤いに満ちた状態にいるっていうことなんですね。でもラップと違ってこれ細い糸でできている繊維なので、空気もなんていうんですか、ちゃんと行き来してますから、そういう意味で別に皮膚呼吸がどうこうとか、例えばニキビがあった時に、私前ニキビの時にね、ニキビって空気が嫌いだから、それであんまりニキビパッチしちゃダメですよっていうのは、それパッチではないんですよ。これあくまでも目に見えない一枚のなんていうのかな、肌みたいな、だからセカンドスキンみたいな感じになるんです。でね、これね、さっきから私触ってますけど何もならないじゃないですか。わかりやすい、見ててくださいね。いきます。これね、ピピ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 って実はこんな感じで、本当はもうちょっと綺麗にやった方がいいんですよ。こんな感じなんですよ。すごくないですか？そう、本当に。でこれ1枚のこれは糸でできてるんです。でこれね、こうすると、こう下を剥がすと分かります？まだねここにもついてる、こういう感じで。なので見えないんですけど広くついていて、だから朝ねこれ剥がせるところは剥がして、あとお顔洗っちゃえばこれが残ることはないので、特に問題はないです。はい、すごくないですか？私この、ファインファイバーバイオミメシスだっけ、本当の名前バイオミメシスかな、とりあえず私はファインファイバーって呼んでるんですけど、これをもう聞いた時にはもうすごい感動してすぐに購入したんですね。でもちろんね、専用の美容液がついてたりとか、あとはこのファインファイバーが出るこの糸があるので、詰め替え、なんていうんだろう、中身のこの糸を詰め替えちゃわなきゃいけないお手数料というか、その代金はあるんですが、そのなんていうのかな、料金を払ってでもいいぐらい、もう常にだから潤いが満ちているので、もちろんねイオン導入とかで有効成
成分を入れるっていうこともいいんですが、常にこうなんていうんですかね、いい状態の湿潤療法みたいな感じでこう美容成分が保たれてる、プラスちゃんと空気が行き来しているので蒸れてるっていうこともないっていう、なんていうんだろう、本当にもう温室みたいなお肌の温室状態を作ってくれる、第二の皮膚ですよね。でそういう意味ではとっても素晴らしい技術なんじゃないかなと思いますし、多分花王さんのことだからこれスキンケアだけじゃなくて、例えばよ、分かんないですよ、これは本当に私の勝手な仮説ですけども、例えばニキビができた時にこのファインファイバーを色がついたような感じでこう1枚かけると、コンシーラー代わりじゃないですけどニキビを治療しながらなんかできるとか、そういうものに応用していくんじゃないかなと、これあえて言っときます。なんでかというと、出た時に先生当たったなと言われるからそういう感じで美顔器とは違うこのファインファイバー技術を使ったものをすごくおすすめかなと思って、私が使ってるっていうことでちょっとご紹介をしました。でじゃあ番外編なんですけれども、じゃあその RF でもない、EMS でもない、イオン導入でもない、こういう独自技術じゃないっていうもので、よくこう本当にヨン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 って本当のマッサージ機あるじゃないですか。それどうなんですかって言われることあるんですけれども、それも例えばドクター C ラボさんのインスタライブのお仕事をした時に、私がなんかすごいね頭をこうしてたら「先生いい機会あるからよかったら」って言ってこれもいただき物なんですが、C ラボさんのリフトアップマッサージャーっていう、これ別に何か特殊なものじゃなくて、こうやってうにょ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 回る感じです。でこう本当にこうやってやるだけでね、なんかねもうすっごい気持ちいいんですよ、これは。なのでこれ番外編でこういうのもあるよっていう、こう本当にリフトマッサージャーです。でね、なんでこれをね紹介しようかなと思ったかっていうと、よく顔のマッサージはダメだけど頭皮のマッサージってどうなんですかっていうご質問もあって、頭皮は特に動かしたところで別になんていうのかな、皮膚が伸びるとかシワとかシミができるわけじゃないじゃないですか。であと人間ってイライラするとこう頭かきますよね。これってなんていうんですかね、こう頭を揉むっていうことがちょっとリラックス効果があるってことが分かっていて、なのでイライラした時にってこうなんかとかってするっていうのは、実はそういうこう自分を抑えようとかっていう効果なんですね。であと子供をこういい子いい子とかこう撫でると、ちょっとそれでトントンしながらこう、ね、頭をね撫でてあげるとこうニコッと笑ったりとか癒されるっていうのも、これは癒しの効果として認められているので、別に、自分で揉むのも全然いいんですけれども、こういう、せっかくいただいたしっていうのとこうやって揉むとなんか本当気持ちよくて、癒されるな、なんかちょっと勉強しててもこうするとちょっと楽だなって思うので、髪の毛はどんどんボサボサにはなっていくんですけれども、ちょっといいかなと思って、あと頭皮マッサージはありだよっていうことも言いたかったので、これはちょっとご紹介してみましたって。すっごい髪がボサボサになっていくな大丈夫かなっていう感じです。こんな感じ。はい、美顔器ねいろんな種類あるんですけれども、こう何の用途なのかっていうのを考えて、で自分に合ったものを使っていただければいいかなと思いますし、私自身の、皮膚科医としての見解というのは、EMS でこう表情筋を鍛えるっていうよりは表情筋とかはリラックスさせた方がいいし、 RF の機械っていうのは美容医療でやった方がいいと思うので、毎日のお手入れではあんまりそこまで絶対マストではないかなと思っているので、自分では購入してないです。でイオン導入器はやはりクリニックのものとは出力が違いますけれども、導入ということはやっぱり肌質をこう有効成分をねしっかり奥に届けてくれるっていうことはいいんじゃないかなと思うので、もし手持ちの何でもいいのであれば1個あるとこうすごく乾燥が気になるとか、その有効成分なんていうんですかね、イオン導入器専用の有効成分がしっかりと肌に届けやすいので、そういった意味では1個あってもいいのかなと思います。でそれとは全く別で花王さんのねさっきのファインファイバーのように全然違う画期的なものもあるので、よかったらそういうのもチェックしてみて、で最後に紹介した頭のねマッサージ、お顔のマッサージと違って頭をマッサージするっていうのは癒しの効果ね、リフトアップとかっていうよりは癒しの効果ありますので、そういった意味では頭の頭皮マッサージ自分でやるのもいいですけれども、こういう専用のマッサージ機があるとまたいいのかなと思います。そうなんか自分でねやるのもいいんですけど、ああいう専用のやつを使うのもありかなと思います。ちょっと髪はねボサボサになりますけどね、気持ちはいいです。
いかがだったでしょうか。こんな風にこのチャンネルではですね、美容や健康について皆さんに分かりやすく解説しておりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。そしてこういうのも扱ってほしいよというような疑問とか質問とかあればコメントに、ね、書いていただけるととっても助かります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。